昨日の夜こぼしてるんですよ。東野かな子です。夫と2人で共同代表でリビルディングセンタージャパンという会社をやってます。リビルディングセンターは解体されちゃうお家とかお片付けしている建物から古道具とか古材とかをレスキューって呼んでるんですけど、お引き取りをしてそれを店頭で販売したりとか、それを使って家具を作ったり空間デザインをしたりっていうことをやっています。お店を始めたのは2016年の9月なので、今ちょうど10年です。夫と子供と3人で暮らしてます。2DK くらいかな。100平米で寝室とリビングと、あとちっちゃいワークスペース兼物置みたいな部屋があってって感じですね。増築に増築を重ねられてるんですけど、一番古いところは明治の建物で、そこから多分今いるところは昭和の時代に建てられた築60年ぐらいのところで、全体では建物が200平米くらいあるんですけど、それだとちょっと大きすぎるので、その半分の100平米だけリノベーションして、住んでます。お父ちゃんやな。この家がリビセンを立ち上げて2年目に多分住み始めた気がする。2018年の年始に多分ここ買って1年かけてリノベーションしてっていう感じですね。諏訪って諏訪湖の周りに岡谷下諏訪諏訪市って 3つの行政が町があるんですけど、基本的には諏訪湖と山の間のかすかの平地でみんな暮らしてるんですよね。もちろんちょっと山切り崩して山の上の方に住んでる人もいるけど、でなんかちょっと開けた場所に住みたいなって思って Google Earth で見てったら、この辺緑が多いな、地名をきっかけに空き家バンクとかで探すようになって見つけました。なんか明確なコンセプトがあったかといえば全然なくって、でも住みながらどんどん本当に変わっていってます。最初ここも窓をはめようとして開口を開けてたんですけど、断熱のためにその外気が入ってこないようにとかでなんだけど、実際に暮らしてみたらそこで会話ができたり空間が通ってるのがいいなってなって、で本好きだから本たくさんあるから、じゃあもう本棚にしようって言って暮らしていく中で本棚になっていったりとか、住みながらその時々自分たちの暮らしに合わせて変えていけるっていうのは、だから狙ってたコンセプトではなかったけれど、余白がある状態でしかも常に自分たちが手を加えて変えていけるっていう心強さとともにやっぱ暮らせるっていうのはすごくいいなと思って今暮らしを作ってます。自分たちでできることはなるべくやりながら、この断熱の工事とか業者さんの方が早くって安全そうなところは業者さんにやってもらいつつ、自分たちでできることは自分たちでやってったっていう感じですね。なので左官も全部自分たちで例えばやったりとか、床を張るとか、キッチンのカウンター作るとか、今夫に教えてもらいながらいろいろやっていく中ですごく印象的だったのが、初めて土壁を壊したタイミングがあったんですね。土壁って柱と柱の間に竹小前があって土壁が塗られててっていうところなんですけど、なんかそれをバールで端を叩いてドンってやったら土壁がボーって落ちてっていうのを見た時に、それこそ文学部卒業してると壁ってどうやって作られてるのか考えたことなくって、てかもう本当資本主義の申し子みたいな感じで育ってきたから、これが何でできているかなんて考えないで物を買って物を捨ててきた人生だったのが、なんかそれを見た時に壁って作れるんだって思って、でなんかその時にすごく飛躍してるような話なんですけど、なんか誰かが作った絶対動かせない存在だと思ってた壁が壊せたってことは、社会って作り直せるんだって思ったんですよね。なんかこの決められた誰かが作った社会の中で生きていかなきゃって思ってたのが、なんか
壁が壊せるんだったら社会も作り直せるみたいな風に自分の中でカチカチってつながった時に、現場で起きること全てが結構なんか社会と同じだって思うようになったって言ったら変なんですけど、自分の動きはすごく自然な動きっていうか、自然な営みの中にある感じがしたっていうか。東と南にざっくり向いているんですけど、やっぱ気持ちのいい景色なんでこっちに窓を開けたいなっていうのと、断熱的な考え方でも日射取得って言って、こう昼間にどれだけ太陽の光を中に入れて家の中の温度を高くできるかっていうのが、特に冬が長いこういう地域だとすごく大事なので、最大限窓を開けましたね。マイナス13度ぐらいかな。寒いですよね。真冬も、この薪ストーブを、1日の終わりにこれぐらい炊けばだいたい20度22度ぐらいはキープできるような感じですね。なんでこの家が全部ドアとかで区切られてなくてぐるっと一つにつながっているので、薪ストーブかエアコンかどっちかでちゃんと適温が保てるようにはなってます。家の中でいっぱい着なくていいと肩こりもしないし、すごい快適です。夏はなので日差しが入らないように窓の外によしずをこうかけて、なるべく熱が中に入らないようにして暮らしてます。こう中でねこうカーテン閉めてもそれなりに効果はあるんですけど、やっぱ外にすだれ敷くと全然違いますね。でその外からの光日射取得をなくして、でゆるゆるっとクーラーをかけておくと、鍾乳洞って言ったら大げさですけど、ああいう感じでこの中が一定にひんやりとした空気が保たれるので、少ないエネルギーで快適に涼しい環境を作れます。本当に断熱って素晴らしいんですよ。ちょっと時間できると家帰りたいって思います。なんかどっか前まではカフェ行きたいなとか思ったけど、家が居心地がいいから家で飲み物自分でなんか作ってゆっくり過ごすのがすごい、この10年に安心できる場所があるってありがたいなと思って暮らしてます。古いものと新しいものがこう両方ある空間がやっぱり好きで、新しいものってすごい好きなんですけど、なんかちょっとこう緊張感もあって、なんかこう汚したくないなとか丁寧に使わなきゃなとか、一回ちょっとやっぱこれ話それちゃうんですけど、なんかこう古いものの好き、古いもの古物屋さんをやるってなった時に、古材屋さんをこう夫は、家がこう解体されてそれが全てゴミになってしまうのが環境問題的に良くないから、そこにアプローチしたいっていうところで夫は始めたんですけど、その一方で私はじゃあその夫の思いにどういうふうに自分の思いを重ねたかっていうと、古いものとか世の中に見捨てられたものとかにもこうどう価値を見出していくかっていう気持ちだったりとか、こうどう買うのも捨てるのもこんなに簡単な世の中で、自分たちがこう手を動かしていい素材とか木とかそういうものに触れる機会って多分今の人ほとんどないっていうか、なんか技術の時間もどんどんプログラミングになっちゃうし、だからそうじゃなくってそれが何でできてるか分かるものを触る機会をもっといろんな人に作りたいなって思ったっていうところと、古物が持っているおおらかさがみんな携えることができたらもっと楽しくたくましく生きていけるんじゃないかなって思っていて、なんかこう多少こうトゲトゲでも痩せれば大丈夫とか、それも味だよねとか、なんかちょっと傷がついてるのはこれじゃもう愛せないってなっていくんじゃなくって、そのものと一緒に過ごした時間がそこの価値になったりとか、その時間を過ごした経過をおおらかに愛していけないと、やっぱり物って買った時が100点でそこから減点方法になっちゃうような考えをする方だったりとか、そういうものが多い中で古物はおおらかな心を人々に携えてくれるんじゃないかなって思って
私は夫と一緒にやっているので、やっぱり古いものは古いもので大好きだし、新しいものがきちんと時間を重ねて古くなっていくことを楽しめるものをなんか家の中で一緒に暮らせていけたらいいなっていうふうに思ってます。本当におおらかな気持ちで入れて、子供がいくら何を床に落としても全然気にならないし、床古材だからもうそもそも傷だらけだから、なんか、ね、フローリング綺麗なフローリングだったら傷ついたとか気になるけど、もうどこに何を落としてもどこに何書かれても全然気にならないっていうのがすごくいいですね。ジャンプで離す。おお、すげえ。オンとオフの切り替えはほとんどなくて、そういう風に暮らしたかったっていうか、最近私すごい編み物やってるんですけど、この編み物もなんで始めたかっていうと、近くで閉業しちゃったニット工場があったんですよね。でそのニット工場からレスキューに行った時に、あまりにもたくさんの糸が廃棄されそうになってるのを見て、なんかちょっといたたまれないっていうか、なんかちょっとでも救わなきゃっていう思いで糸をレスキューしてきたんですけど、糸をレスキューしてきたからには糸の使い道がイメージできないとダメだなと思って、よしちょっとじゃあ編み物勉強やってみようって思って編み物を始めたら、なんか結構楽しくなって今では趣味になってるんですけど、なかなか仕事をちゃんとやればやるほど自分の暮らしに楽しいことが起こるし、自分の暮らしを楽しめば楽しむほどまたいい仕事につながっていくしっていう、なんかその永久期間みたいな感じでどうにか人生をなんか過ごしていきたいなみたいな感覚があるので、なんかこっからこっちは誰も立ち入るなみたいなところなく、なんかやっぱ自分の器をどこまで大きくしていけるかっていう話でもあるなと思って、やっぱここから先は入ってほしくないっていうところをなんかどれぐらいなくせるかって言ったら変ですけど、なんか人に手渡して、いろんなものを人に手渡していくことになるべく無頓着でありたいなと思っていて、これ自分のものと相手のものって線を引くんじゃなくって、なのでそれって空間もそうだし関係もそうだし物ももちろんそうなんですけど、そういうふうに考えるとやっぱ仕事の自分とプライベートの自分ってどうしても分けれないというか、すごく自然とつながっていくっていうか、もう本当に楽しく暮らしてればいい仕事につながるから、徳を積もうって思って楽しく暮らしていくぞって思ってます。地方のちっちゃいカフェに行った時に、なんかそこで向こうに編みかけの毛糸となんかが散らばってて、こっちに本が積んであってみたいな、結構雑多な空間だったんですけど、なんかそこに行った時にいい空間ってその糸がちゃんと表現されているとか片付いているとかそういうことじゃなくって、そこにいる人間に愛されていることがいい空間なんだなって思って、でなんか私はその編みかけのセーターと毛糸玉からその人がそこにいるのを楽しんでいるのを受け取ったし、本が積まれている様子から本が好きなんだなっていうのがすごい伝わってきたし、なんかその人たちなりの愛し方でその空間を愛してくれることがすごく大事だなって思うようになったんですよね。だからいつもお店作る時に皆さんに伝えるのって、みんなやっぱお客さんにこういう風に過ごしてほしいみたいな話もしてくれるんだけど、いやいやあんたが一番長く空間で時間過ごすから、あんたが居心地のいい空間にしようみたいな話をするんですけど、その人にとって居心地がいいが何なのかっていう、だから何を提供するのかじゃなくって、いかに内観して自分の心地いいを突き詰めて、自分が空間を愛せてそこにいる自分を愛せる状況を作るかっていうのが空間を作る上ですごい大事だなと思っていて。みんなにとってエンパワーメントな存在になるといいなって思います。なんか最初に話した話と同じだけど、やっぱ家って大事に
使わなきゃとか傷つけちゃいけないとか、なんかそういうのってどうしてもあるんですけど、でもやっぱり空間を作れるとか色を塗ることとかができるとか、なんかその自分にもできたっていうその大きな、しかもこの大きなものを手掛けられた、壁一面塗れたとか棚一個作れたとか、なんかそういうのができることで私たちはその無力じゃないって感じられるきっかけになんか私自身はなったし、なんか皆さんにとってもなんかそういう存在になれるんじゃないかなと思っていて、家ってこう制限を守る場所とか、なんかこう汚れがつかないためにこうするとか傷つかないためにこうするじゃなくて、どうやってその傷がついても、色あせてもそこからまた愛せる状況に自分で持っていけるか、自分で作れるかっていうことを試せる場所にできれば、なんか多くの人にとって家は自分の自己効力感を上げてくれる存在になるし、自分がより、心強く生きていける根拠になっていくんじゃないかなって思ってます。家とは、家とは家とは何だろう。でも家とはその時の自分を教えてくれる存在かな。なんかレイアウトが本当に毎回違うし、その時の自分の暮らしとか自分と子供とか自分と夫のルーティーンだったり日常を結構あからさまに反映しているので、なんか家っていうのはなんかこう写真見てると、この時はそうだったなって思い出すことがたくさんあるので、なんかもちろん日記とかもつけてるけど、日記とか以上にその時の自分をストレートに表しているものだなって思います。